皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチのお時間です。今回は2022年10月にアップデートされた After Effects バージョン 23.0 についての動画となります。私は2022のバージョンを飛ばしていたので、前バージョンの気になる機能についても触れてみたいと思います。やはり何と言っても気になるのは、これまでも非常にお世話になっているトラックマット機能の大幅な変更です。今後のワークフローにも大きな変化があると思いますので、今のうちに慣れておくといいかもしれません。従来のトラックマットでは、一つ上の階層にあるレイヤーのみトラックマットレイヤーとして扱うことができました。この仕様はわかりやすい反面、同じレイヤーをマットレイヤーとして選ぶことができず、トラックマットだけで処理しようとすると、レイヤー数が増える傾向にありました。そういった欠点をこれまではエフェクトのマット設定を使ってなんとかごまかしてきましたが、バージョンアップによりレイヤーの階層に依存せずにトラックマットを使用できるようになりました。ではタイムラインパネルで比較してみましょう。新しいバージョンを見ると、過去のバージョンにはないピックウィップのアイコンや見慣れないスイッチが追加されています。今まではドロップダウンメニューを使用してトラックマットの種類を選択していました。新しいバージョンのドロップダウンメニューはトラックマットレイヤーを指定する仕様に変更となっています。この変更により今まで一つ上の階層にあるレイヤーでしか行えなかったものが階層に依存しない形でどのレイヤーでも選択できるようになっています。アルファマット、ルミナンスキーマットなどトラックマットの種類を変更する場合はドロップダウンメニューの右側にある2つのスイッチを使うことになります。左側のスイッチがアルファマットとルミナンスキーマットの切り替えを行うスイッチです。クリックするたびにアイコンが変化し、トラックマットの種類を変更できます。設定されているトラックマットの種類はアイコンを見て判断することになります。カーソルをスイッチに合わせてしばらく待つと、現在どの種類になっているのかが表示されるので確認することができます。慣れないうちは活用してみてください。右隣にあるスイッチでは、反転のオンオフを切り替えることができます。ドロップダウンメニューの左側には、今までなかったピックウィップアイコンが追加されています。これは、マットピックウィップの追跡というアイコンになっていて、マットとして使用したいレイヤーにピックウィップをドラッグすることで、マットレイヤーの指定を行うことができます。今回、レイヤーの階層に依存しない仕様に変更されたので、複数のレイヤーのトラックマット設定が可能です。レイヤーを選択して、マットピックウィップを指定するレイヤーにドラッグするだけで OK です。ドロップダウンメニューを使っても同じことができます。もちろんスイッチの方も複数のレイヤー操作に対応しています。トラックマットの解除はドロップダウンメニューからなしを選択することで解除できます。その他、コントロールを押しながら、マットピックウィップをクリックすることでも解除することができます。Mac の方は、コマンドを押しながらクリックしてみてください。過去のバージョンと比べると大きな仕様変更となりましたが、ユーザーにとっては待望とも言える嬉しいバージョンアップだと思います。今後は、このトラックマット機能がスタンダードとなると思いますので、慣れておきたいですね。では、他の項目も見てみましょう。今回のバージョンアップで、現在の時間インジケーターを操作する機能が追加されています。過去にアップしたチュートリアルでも紹介したことがありますが、ショートカットキーの J と K を使うことで、現在の時間インジケーターを表示されているキーフレーム間で移動させることができます。これは便利な機能ではありますが、表示されているキーフレームすべてに反応するため、使い勝手が悪くなるケースがありました。しかし今回のバージョンアップで、シフトキーを押しながら J と K を押すことで特定のプロパティを指定してキーフレーム間を移動できるようになりました。こちらは地味な追加仕様ではありますが嬉しい改善となります。次にネイティブの H264 エンコードが復活。私はよく知らないのですが過去のバージョンでは H264 での書き出しが可能だったようです。しかし、どこかのタイミングでなくなってしまい、メディアエンコーダーやプラグインなどを使わないと書き出すことができなくなってしまいました。それが今回のバージョンアップで復活したといったところでしょうか。昔からアフターエフェクツを使用されている方にとっては嬉しいアップデート内容になるかもしれません。バージョン 23.0 で個人的に気になった内容はこれぐらいですが、
他にもコンポジションプリセットのリストが更新されていて見やすくなっていたり、アニメーションプリセットも種類が増えていたりと、いくつかアップデートが見られます。トラックマットの変更が大きすぎて、他の影が薄くなるのも仕方ないかもしれません。23.0 のアップデート内容ではないですが、気になるものがあったのでいくつかピックアップしてみます。環境設定の一般設定に、1プロパティの次元を個別に表示という項目が追加されています。こちらは2022年5月リリースのバージョンで追加された設定なので、知っている方もいるかもしれません。この設定は次元を分割できる1プロパティを最初から次元分割された状態で表示する設定となります。1プロパティを次元分割で使うケースが多いという方は、あらかじめ初期設定として設定しておいてもいいかもしれません。他にも2022年8月にリリースされたキーフレームカラーラベルというものが個人的に良かったです。キーフレームに色を設定できるようになっているので、視覚的にわかりやすく管理することが可能です。キーフレームを選んで、キーフレーム上で右クリックすると、ラベルという項目があります。カーソルを合わせると、キーフレームの色を設定することができます。以前にトランジションプリセットを配布しましたが、トランジションの始まりと終わりをキーフレームを見ただけでは少しわかりづらいものがありました。ラベルカラーを設定することで、どこから始まり、どこで終わるのかの視認性が上がり、管理がしやすくなるので、非常に有用な機能だと思いました。このように、始まりのアニメーションは青色、終わりのアニメーションはオレンジとしておくとわかりやすいですね。ラベルカラーはアニメーションプリセットとしてもしっかり保存されるので、配布済みのプリセットもカラーラベルを設定したバージョンに更新したいと思います。キーフレームカラーラベルには他にも使える機能があります。キーフレームに色を設定することで、同じ色であれば素早く選択することが可能になります。キーフレームの上で右クリックすると、キーフレームのラベルグループを選択という項目があります。こちらにカーソルを合わせるといくつか項目が出てきます。上から選択したレイヤー上。こちらは選択されているレイヤーの中にある同じラベルカラーのキーフレームを選択してくれます。次に、すべてのレイヤー上。こちらはコンポジション内にあるすべてのレイヤーから同じラベルカラーのキーフレームを選択ですね。下2つの項目はなぜ英語表記になっているのかが謎ですが、こちらは表示されているキーフレームに限定した選択方法になっています。実際にはキーフレームが打たれている場合でも、表示されていないキーフレームであれば無視されるという選択方法です。キーフレームも多くなってくると選択が大変で、それだけで時間を消費してしまいます。この機能を使うことでラベルカラーごとに素早く選択できるので、時間短縮につながりそうです。ちなみに、ラベルグループの選択は、キーボードショートカットを割り当てることができます。私は選択したレイヤー上を Shift+Z に割り当てて、すべてのレイヤー上を Shift+X に割り当ててみました。非常に素早く選択することができるので、ショートカットに割り当てておくのはいいかもしれません。その他、まだベータ版で正式リリースはされていませんが、今後搭載予定のプロパティパネルという機能も非常に楽しみです。実際にリリースされた時には取り上げてみたいと思います。お仕事などプロジェクト途中だったり、よく使うプラグインやスクリプトが最新バージョンではまだ未対応だったりと、バージョンアップしてメインとして使うのはまだ難しいケースもあると思いますので、ご自身のタイミングでアップデートをしてみてください。今回はここまでです。またお会いしましょう。さようなら。